はい、皆さんこんにちは。柴崎です。家庭菜園楽しんでます。今日はトウモロコシの簡単な描き方をやってみたいと思います。では見てくださいね。はい、トウモロコシですね。よく見ると実がみっちりと縦に並んでますね。ここです。ツヤツヤして綺麗でしょ。その周りに明るい緑の皮が澄んでいて、ここはいわゆるヒゲと言われる部分ですね。そしてここが茎の部分。今日はこの葉っぱをね、一枚折り曲げてちょっと変化つけてみようと思っています。こんな感じですね。ではこれをデッサンします。こんな方向の向きで、まず基本形を大きく描きますね。もうこのくらいで十分でしょうね。では塗ってみます。まずイエローのディープをたっぷりと濃いめに溶きます。そして筆を平筆に作り加えて、このような感覚で直線を引いていきます。実はこれがこのトウモロコシのつぶつぶの並んだ方向を表している線なんですね。光はこのように上から来てますので、この辺りの実が明るく光っているというわけです。つぶつぶはこのように描きます。さあ、これで明るいつぶつぶを描けたので、他の部分は今のイエローで全部塗ってしまいます。これがハイライトに当たるコーンのつぶつぶですね。今度はそこにイエローochreを混色して、今のハイライトのつぶつぶの側面を軽く描き起こしたら、もう一本線を引いて、ここにまたつぶつぶを描いていきます。これが明るいつぶつぶ、少し暗めのつぶつぶという明暗の関係です。同じ手順でだんだん暗めのトウモロコシのつぶつぶを描いていきます。バンとアンバーを混色して、さっきのこのつぶつぶの側面を描き起こして、そしてこちらを全部塗りつぶす。アンバーを少し濃いめに溶いたその線でまたつぶつぶを描く。ほら、だんだん暗いつぶつぶになってきたでしょ。ではここでオレンジ色をちょっと混色して作ります。で、筆先を尖らして、この色で一番最初に描いたこの光ったハイライトのつぶつぶの側面をこのようにちょっと丸みを持たせるように塗り込んでいきます。順次同じように少し丸みを持たせるつぶつぶの形態を描きます。さあ、できましたね。向こう側もちょっと塗りましょう。そこにバーントアンバーにウルトラマリンを加えたいので、今からこのトウモロコシの実の日陰の部分を描いていきます。まずここですね。ここをしっかり描き起こします。ここは結構ポイントですね。今描いているトウモロコシのつぶつぶが実は日向と日陰を分ける境界線になります。ここにグリーンの1番を混色して、暗くて冷たい
イエローを作って、ここは日陰の面ですから、ここに重ね塗りします。これで日陰ができたので、全体の実の形態感できましたね。では、その実を包んでいる皮の部分を描きましょう。イエローをこっちに移動してきて、ここにコバルトのグリーンを溶いていきます。この明るい緑を作ったら、こうですね。この皮に当たるこの部分を全部この色でまず塗ります。タッチを生かしながらですね。全部塗っちゃいましょう。そこにグリーンの2番、そしてイエローカを混色して、先ほどよりもちょっと暗めの暖色の緑を作ったら、今のこの部分、こちらですね、ちょっと弱い日陰っぽい部分ですね。そういうところに重ね塗りします。こうですね。そしてこの葉っぱはえいと一立ちで表現します。なんとなく日向と日陰がこの、そうですね、この皮の部分に見えてきたでしょう。さて、ではここで日向日陰ちょっと見えてきたところで、この環境をもうちょっと強めていきます。このテールベルトの色を溶いて、こんな感じですね。コーンの実が立体になると同じように、それを包んでいるこの皮の部分ですね。この緑の皮の部分をしっかり負けないように立体に描きます。ほら、このタッチを生かすと面白いでしょ？さあ、もっと暗くして、どんどん形態感を強めます。ここなんかは、ちょっとこうやってね、引っかくと面白いんですよ。爪で引っかいちゃいましょう。こういうとこも引っかくといいですね。ほら、トウモロコシのなんか皮の感じ出てるでしょ？どうでしょう？さあ、できましたね。これで今度はですね、ここです。この皮が黄色いコーンの実の上に落としている影を描きます。この色にイエローとバンドアンバーをしっかり混色して、そこにいつものウルトラマリンの色を加えて、コーンの色の暗い寒色の色です。これですね。この皮が実のところに落としている影ですね。こんな風なことをしたりして描くと、この皮が実の上を実を覆っているという感じがしっかり表現できます。絵が変わったでしょ？こんな雰囲気です。さて、実と皮ができたところで、今度はヒゲですね。バーントアンバーを溶いて筆を割ります。その筆をすっと持ってきて、ひっくり返して、ここですね。ここにヒゲが生えてるんですね。筆圧をかけないでそーっと描きます。そーっとですよ。そうするとほら、こんな面白いでしょ？ここで筆をひねります。ほら、ヒゲがもやもやとした感じになりましたね。ではここにバンタマとウルトマリンをもうちょっと作って、また筆を割って、ヒゲの先端のがね、ちょっと黒っぽく縮れてるので、そこに調子をこのようにまた加えていきます。筆圧はそーっとですよ。もうあまり十二分にやらない方がいいですね。さあ、あと残ったこの
葉の部分ですね。それを少しこのようなテルベロとドルトルマリンでちょっとくすんだ色でタッチを生かしてさっさっと描いてしまいます。さて、トウモロコシが出来上がりましたので、これが床に置いてある感じを今度は描きます。ちょっと便宜的にウルトラマリンを溶いていきます。これが床に落ちた影と思ってくださいね。ここですよね。影があります。そして、ここをこのように描くと、どうでしょう。ほら、茎の部分が空中に浮いてるように見えるでしょ。それからここです。ここもこう描くと、葉っぱが地面から浮いてるように見えますね。このような空間を作ってみたらどうでしょう。はい。さあ、これでトウモロコシの出来上がりです。今回はトウモロコシを描いてみました。ポイントはこの実のつぶつぶして光ったところ、そこに紙の白を残すということでした。いかがでしたか。あなたもぜひ描いてみてくださいね。また最後に今日使った色や画材を紹介してあります。最後まで見てください。それではまた。